にちは。インクレディブルーのグミです。手帳やスケジュール帳、トラベラーズノートなどにスタンプを使ってコラージュしたりデコレーションされる方が多いですよね。その時悩まれるのがインクがノートの裏側に移ってしまう裏移りですよね。裏移りしないために手帳を変えている方もいらっしゃるようなので、今日はその裏移りしないインクを検証してその理由をご説明したいと思います。その前にインクの基本的なことをおさらいする必要があります。手に入りやすい日本のインクメーカーの月猫の商品を中心にご説明していこうと思います。それでは始めましょう。まずはじめに、インクは色の元である色彩の染料と顔料、そしてそれらを溶かす溶剤でできています。染料は藍染めなどをご想像していただくとお分かりのように、植物などから抽出したものが染料です。水や油に溶けやすく、透明で色同士が混ざりやすいのが特徴です。こちらはお醤油です。お醤油はお味噌から抽出したものです。そしてこちらはアセロラジュースです。アセロラから抽出した成分をジュースにしてます。このように簡単に染料は色同士を混ぜることができます。これが染料の特徴です。そして顔料は岩などの鉱物を用いた色剤です。こういう形でこのように色同士を混ぜても分かれてます。これをぐちゃぐちゃに混ぜても分散されるだけで混ざってるわけではないです。これが顔料の特徴です。そして染料や顔料を溶かしている溶剤には水性タイプと油性タイプがあります。例えば不純物の少ない精製水で染料を溶かしたものを水性染料インクまたは水性ダイインクと呼ばれています。顔料を油性で溶かしたものを油性顔料インクまたは油性ピグメントインクと呼びます。染料インクは紙に染み込んで乾燥することできめ細やかで鮮やかな発色があります。それに対して顔料インクの方は紙や布の表面に付着して発色させるのでマットでくっきりとした色が表現できます。染料インクはこのようにパッドがフェルトタイプでとてもインクはさらっとしています。それに対して顔料インクの方はスポンジタイプでこのようにふわふわとして押すと液体がジューシーにじわっと出てきます。そして先ほども言いましたが染料インクは混ざりやすいのでこのようなメカニズムで混ざらないような工夫をしているインクもあります。これは使う時にこのようにセットしてグラデーションができるインクになっています。そして顔料インクの方は隣同士になっても混ざり合わないので簡単にこのようなグラデーションのインクができます。最近では自分でできるインクパッド、空のインクパッドと補充インクなども出てますのでご自分でお好みのパッドが作れるものがあります。そして今日お伝えしたかったのが実はあまり注目されていない乾燥方法です。これが今日の一番重要なポイントです。インクの乾燥方法には紙に染み込んで乾燥させる浸透タイプとそのまま自然乾燥させる自然乾燥タイプ、そしてさらにヒーターなどで熱を加えて硬化させる熱加工タイプと3つに分かれます。
これから染料、顔料、そして乾燥方法に着目して、それぞれの黒でスタンプしていこうと思います。スタンプする紙なんですが、トラベラーズノートのこちら真ん中をバシッと外してみました。こちらが、測ってみると 0.09 ミリです。そしてお使いになっているものは皆さんのがわからないのですが、このようなマンスリー手帳がこちらも 0.09 ミリです。一般的なものがだいたい 0.09 ミリなので、これらを使ってスタンプしていこうと思います。ちなみにコピー用紙は 0.08 ミリです。スタンパーが使うケント紙などは 0.18 から 0.26 などのかなり厚みのあるものです。今日はこの薄いトラベラーズノートの上に押していこうと思います。それではスタンプしていきます。スタンプはこちらのテントウムシのスタンプを使います。ベタ面と細かな線もあるので検証しやすいかなと思って選びました。そしてまずはじめにこちらの染料系のインクから押していきます。メメントは水性染料系インク、水性ダイインクです。それでは押してみます。メメントはちなみに乾燥方法は浸透乾燥です。次は油性の染料インクであるステイゾーンで押していきます。ステイゾーンはお掃除が大変なので、あまり手帳のされる方にはおすすめされないのだと乾燥が早いです。ステイゾーンインクの乾燥方法は自然乾燥です。で、次にアーカイバルインク。こちらも油性の染料系ラインインクですね。こちらを押していきます。こちらはちなみに乾燥方法はヒートセットと書いてあります。なので熱加工ですね。一応今日はこのままにしておきます。こちらは布用のインクのバーサクラフトです。一応乾燥方法は熱加工になってます。とてもジューシーで印面に水滴がつくぐらいジューシーです。そして顔料インク、水性顔料インクのバーサマジックです。先ほどのバーサクラフトも水性顔料インクです。ピグメントです。こちらも水性顔料インクのブリリアンスです。ブリリアンスとバーサマジックは自然乾燥になってます。そしてアートニックです。こちらも水性顔料インクです。カラーキス、子供の顔さんのカラーキスですが OEM なのでアートニックと同じです。こちらは浸透乾燥になってます。はい、次は油性の顔料インクバーサファインです。油性ピグメントインクですね。
バーサファインクレアは浸透乾燥になってます。次はシャチハタさんの色模様で押していきます。こちらも油性顔料インクです。こちらも多分浸透乾燥だと思います。最後はステイゾーンピグメントとステイゾーンオペークで押していきます。こちらは油性系のピグメントインクになります。で、乾燥方法は自然乾燥です。すべてスタンプし終わりましたので見てみます。自然乾燥のものは緑の丸を押しておきました。熱加工のものもあるのですが、熱加工のものは紙では自然乾燥ということなので緑の丸をしておきました。上から順番にメメント、ステイゾーン、アーカイバルインク、この3つは染料系のインクです。バーサクラフト、バーサマジック、ブリリアンス、アートニック、バーサファインクレア、シャチハタ色模様、ステイゾーンピグメント、ステイゾーンオペークです。これらは顔料インクになります。それでは裏を見てみましょう。どうでしょうか。陰影がはっきりとわかるのはこの2つです。これらはバーサファインクレアとシャチハタ色模様です。そしてこれも映ってます。そして上の3つ、これも裏からテントウムシのスタンプを押したんだなというのが確認できます。これはアートニック、そしてこの3つは染料系のインクになります。染料系のインクは紙に染み込むので、自然乾燥であっても紙に染み込んでいるということになります。そして自然乾燥のものは裏写りしてないです。ピグメントの自然乾燥のものは裏写りしてないということが分かりました。先ほどの検証結果で5つのインクなんですが、少しこの辺が薄いというのもあるので、もう一度押し直してみました。やはり裏からスタンプが透けてないです。若干こちらブリリアンスですが、見えますが気にならない程度です。ピグメントの顔料が紙の上にとどまって、そして乾燥方法が自然乾燥のものです。バーサマジック、ブリリアンス、バーサクラフト、ステイゾーンピグメント、ステイゾーンオペークです。つまり水性、油性どちらでもピグメントのインクで自然乾燥のインクを選ぶと、薄い紙の手帳でも裏側からスタンプしたものが見えないという結果になりました。中でもステイゾーンピグメントとステイゾーンオペークはとても発色が良くて綺麗にスタンプできてます。ただこちらのインクは乾きが早くてスタンプのお手入れがとても大変なので、お手軽に使うという面では難しいインクかもしれません。この2つですね。今後ステイゾーンを使った時の特にクリアスタンプのお手入れの方法などもご紹介していきたいと思っています。はい、いかがでしたでしょうか。このように用途に適したインクを選ぶことでスタンプがより楽しいアイテムになります。必ずご使用の前にお使いになるものの
これらのインクが合うかどうかを試してください。初めて使うインクはとてもジューシーなので、溶剤が染みてしまう場合もあるかもしれません。また、お使いになるノートの紙質によっては、滲むものもございますので、必ず確認してから使いましょう。こちらの動画が少しでもお役に立つと嬉しいです。それではこの辺で失礼します。最後までご視聴くださりありがとうございました。